皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。地上波のニュース報道においては大きな出来事しか取り上げてくれなくなりました。しかし、国連常任理事国による侵略戦争が続いているというこの重大な事実を決して見過ごしてはいけません。ぜひともこのチャンネルの動画でニュース報道が取り上げてくれない出来事についても情報を更新していってください。まずは全体の戦況について、地上戦においてはウクライナ東部戦線におけるロシア軍の攻勢が続いており、じわりじわりとした前進が続いています。南部戦線においては攻防戦はありますが、戦線の変化はありません。また、ロシア領クルスク州に入ったウクライナ軍はロシア軍の反撃にあっており、こちらも激しい戦いが続いています。一方で遠距離攻撃においては、ロシア側からは一般市民に対する攻撃などが繰り返し行われています。それに比べるとウクライナ側からの遠距離攻撃はロシア軍の軍事施設に対する攻撃を行っています。ここ連日取り上げているのがウクライナ軍によるロシア軍の弾薬庫に対する攻撃。まずはそのことについて振り返っておきましょう。トロペツの弾薬庫第107兵器廠についてはウクライナ軍の攻撃で施設の 80% が損壊しました。この施設における失われた弾薬量で換算すると、砲弾で言えば約70万発相当だそうです。ただしこれはあくまでも砲弾換算であり、実際のところロシア軍の弾道ミサイルや迫撃砲弾や小銃の弾薬など様々なものを含んでいるため、実際には70万発が失われたというわけではありません。そして第107兵器廠の南へ16キロ、第23兵器廠に対するドローン攻撃も行われました。こちらが衛星からの写真で攻撃前の状態、そして攻撃が行われた後の弾薬庫の様子です。立ち上っている煙によって少し薄い膜がかかっているようになっていて、被害の全貌については詳細がわかるものではありません。ただ、オシントと呼ばれるインターネット上の公開情報を元にした情報をチェックしている人たちの判定によれば、およそ60から 70% 程度の弾薬庫が破損しているとみられます。続いて、ロシア南部クロスナダール州にある弾薬庫に対する攻撃。こちらが攻撃前の状態。そして前回の動画において爆発しているシーンについても皆さんに紹介しました。これに関してコメントが入ったのですが、このような大本営発表のようなものを信じるのはどうかしているというようなコメントが入っていました。ただ、この点についてちょっと勘違いしている人がいると思うのですが、皆さんにご紹介している衛星からの写真、もしくは弾薬庫の爆発シーンなどの動画、これどちらもウクライナが国家として情報を発信しているわけではありません。例えば、衛星からの写真であれば、民間のサービスとして現在は撮影した情報を見ることができます。決してどこかの国家に属した衛星の写真ではありません。また爆発のシーンについても、これはウクライナ側が発表したものではなく、現地のロシア人がとんでもないことが起こっていると驚いて、その様子をスマートフォンで撮影し、それをインターネット上に全世界に公開しているものです。こうした事情を全く無視して大本営発表だという批判をするのはかなり的外れだと私は思います。さて、クロスノダールの弾薬庫における熱源反応について、施設全体にかなり強い熱源が複数あり、どこが最初に爆発したかというのはもちろんわからないわけですが、誘爆を含めかなりの地域が吹っ飛んだものとみられます。衛星からの写真がこちら。熱源感知と違って、通常の写真だとかなり煙が辺りを漂っており、地上の様子はなかなか見えるものではありません。そしてこちらがより引いたところの写真。画面左上にあるのが弾薬庫です。そして画面右側にかなり強い光と、そして黒い細長いものがあります。これは近くにあるロシア軍の使用している空港です。弾薬庫近くにある空港の攻撃前の写真がこちら。ロシア軍の戦闘機らしきものも並んでいます。ただ、今回の攻撃に伴って、これら戦闘機に被害が出たかどうかについて言及している人はいません。おそらく、写真が撮られたタイミングでは戦闘機が映っているのですが、ウクライナ軍の遠距離攻撃などが頻繁に行われるようになり、より遠方の空港へとこの戦闘機はすでに移動していた後かもしれません。それともう一つ、動画へのコメントについての返信。ロシア軍の弾薬庫に対する攻撃ではドローンが使われていると皆さんに説明しています。しかしウクライナ軍のドローンはそれほど大きなものではありません。ですから破壊力そのものも何か凄まじいものであるかといえばそうではありません。そのようなもので弾薬庫を破壊することは不可能だというような指摘が入りました。さて、ここに掲示している写真はロシア軍の弾薬庫の
建物です。コンクリートで作られたものであり、ある程度攻撃に耐えうるように設計されていたはずです。では、本来であれば破壊できないはずのウクライナ軍のドローンがなぜ弾薬庫を破壊することができているのでしょうか。その答えがこちらの写真。こちらの写真は弾薬庫における攻撃前の詳細なものなのですが、ここに置かれているものは施設の外にも弾薬類などが望みされていることを示しているものです。当然このような望みされた状態ですから何か防護壁があるわけではなく、攻撃を食らえば当然のように大爆発を起こし、それがまた近くにある爆発物へと波及していくわけで、大きな爆発、そしてさらに広範囲へと被害を拡大させる要因となります。少なくとも弾薬庫の中のものに攻撃するバンカーバスターのようなものではなく、単純にロシア軍自身が爆発物を弾薬庫に野ざらしにしていて、それが建物そのものを吹っ飛ばすような大爆発へと繋がっているのだというのが私の見方です。インターネット上では弾薬庫の大爆発の様子を見て、ウクライナ軍が核兵器を使ったんだといったようなデマを流す人もいるわけですが、ウクライナ軍が核兵器を持っていないからこそロシア軍に攻められているといった事情については知っておくべきでしょう。さて、続いての話題は、その核兵器を保有しているロシアにおいて新型の核ミサイルが爆発したのではないかというニュースが入っています。アメリカの核兵器開発のその後において、ソ連もまた同じく核兵器の開発に乗り出し、そして開発に成功しました。米ソ冷戦下における戦いの中で、どれだけの核兵器を持つかといったことも両国は重視し、それに伴って世界の大半の核兵器をアメリカとソ連が持つという状態が続きました。ソ連崩壊以後もロシアは核兵器を多数保有している国であり続けています。しかし、大陸間弾道弾のようなものは永遠に使用できるものではなく、経年劣化や金属疲労、様々な維持管理などにおいても更新していくことが必要です。そして更新していくにあたってソ連崩壊がロシアに与えた影響があります。それは核ミサイルの開発生産などにおいて、かつてソ連の一国であったウクライナの技術者たちの力というものが非常に大きく関与しており、現在では戦争状態にあることから一切協力関係にありません。ロシアで独自開発された新型の核ミサイル、どうも問題があるそうだというのです。そしてこの写真なのですが、新型の核ミサイルを工場で作って、そして地下サイロへと輸送しているところです。ロシアの新型核ミサイル RS-28 サルマート、欧米名サタン2と呼ばれるミサイルは、地下施設に格納して必要になれば打ち出すというような大型のミサイルです。最大射程は18000キロ、アメリカ全てを狙えるその能力があります。こうした大型の大陸間弾道ミサイルの発射実験を行う際には、それがあくまでも訓練もしくは演習、実験などである場合は、アメリカ側にも事前通告がされるようです。しかし今回の場合だと、そうした予告も特にない状態にもかかわらず、実験場が爆発したというのです。こちらが何もなかった状態の時の実験施設の様子。そしてこちらが施設が吹っ飛んだ後の様子。拡大写真がこちら。この中でミサイルを格納しているのは中心あたりにある緑の丸の部分です。そしてこちらがおそらくその地下に格納されていたミサイルが爆発した状態だと見られます。ただしこれは実験用の段階ですから核兵器を搭載しているわけではありません。あくまでも運ぶ手段としてのミサイルの実験におそらくは何らか失敗したものと見られます。ロシアは軍事費全体としてみれば非常に多くの金額をかけているわけですが、現在の軍事予算はあくまでもウクライナに対する通常兵器の生産に大きく振り向けられており、核兵器を取り扱う部門に対する予算が十分ではないかもしれません。ちなみになぜ弾薬庫の外に弾薬類などが望みされているのか、ここにはロシア軍内部における人事問題があると指摘する人もいます。そのことについて少し紹介しておきましょう。実際にこの話が本当かどうかについては確かめようがないのですが、しかしそうかもなと思わせるような内容です。まず第一に、ロシア軍内部においてはショイグ国防大臣が他のポストへと異動になりました。それに伴ってロシア軍、特に国防省内部における人事がかなりせわしなく入れ替わっています。ショイグ国防大臣時代に彼に忠誠を誓っていたような人物が次々と不正を理由として拘束され、軍から追放される事態へと発展しています。これはショイグ国防相のその個人的なカリスマが高まることを恐れたプーチン大統領の自分の身を守るための措置だとは思われるのですが、それに伴って問題が発生しています。ロシア軍内部においては不正
腐敗といったものが横行していることは、これは以前からのことで、それ自体は別に珍しいことではありません。そして、そのような不正を行うことによって、知財を蓄えることが政権に使える大きな理由でもあります。だからこそ政権が続いてほしいと、軍内部の人たちも考える理由となっています。ところが、このような人たち、粛清する段階になったら、理由はいくらでも出てくるわけなので、簡単に追いやることができるわけです。新しい国防大臣のもとに新しい派閥の人事が行われる。それ自体はロシア軍内部の話だから別にどうということもないわけですが、さてここで問題なのが、腐敗にまみれていたこれら軍人官僚なわけですが、しかし腐ってもベテランの軍人官僚です。例えば発注するときに自分の一族にお金を回すようにやっていても、実際に物はある程度回っていたわけです。しかし、人事の刷新だとして上官らが次々と首を切られていくような状態の中で、その内部が混乱することは避けられません。当然のように、現場に厳しく目をやっていた人物なども次々と入れ替わりが起こっていたでしょう。本来であればしっかりと施設内に収めなければならない弾薬類などについて、もうどうせ後で他の集積所に送っていくんだからしっかりと中に収めるんじゃなくて、もう外でトラックを待てばいいじゃないかと誰かが考えたかもしれません。もしくは収めきれないほどに次から次と生産工場から物がやってきていたのかもしれません。理由はどうあれ、物資が今どの辺りにどのくらい溜まっていてどのような配送状況なのか、全体を把握する力が今のロシア軍内部において低下している可能性が指摘されています。その結果として衛星から見た場合において、おやおや弾薬庫の建物の外にいくらでも弾薬類が置いてあるじゃないか。これは攻撃すれば一気に誘爆するなというのを、ウクライナかもしくはウクライナを支援する NATO 各国の中から分析情報がもたらされ、それでウクライナ軍が弾薬庫に対する攻撃を実施した可能性というのがあるわけです。この話どこまで本当なのかは当然のように分かりませんが、そういったこともあり得るなという意味で、ロシアらしさといったものを見せる話だと私は思いました。さて、今日はその他にウクライナ支援にまつわる話を2つだけ取り上げておきましょう。各国において軍隊の兵器が退役することがあります。それは新しいものに更新するためだったり、更新するわけではないけどとにかく古くなったから仕方なく退役するものなど、事情はそれぞれ異なっているものです。オーストラリアにおいてアメリカから輸入した M1 エイブラムス戦車が退役状態59両というのがあります。現在オーストラリア政府は装甲車両などを中心としてウクライナへの支援を行ってきました。しかし戦車について供与する話は出ていません。そこでウクライナ政府がこの退役している M1 エイブラムス戦車保管状態ではなくウクライナに供与してくれないか、もしくは安く売ってくれないかという話を持ちかけているそうです。M1 エイブラムス戦車の輸出に関してはオーストラリア政府だけではなくアメリカ政府も許可しなければ物を動かすことはできません。ぜひともオーストラリア政府そしてアメリカ政府はこの退役している M1 エイブラムス戦車のウクライナへの供与もしくは格安での払い下げを許可してほしいものです。続いて戦闘機について、ウクライナに対する戦闘機といえば F16 戦闘機がヨーロッパから供与されています。現在のところウクライナ空軍はもともと持っていたソ連系の戦闘機類と新しく入ってきた F16 戦闘機というそもそも設計段階から思想が異なる兵器2種類が並走している状態で非常に困難な運用と向き合っています。ただ航空戦力が足りているかといえばあればあっただけいいような状態ですから、ウクライナは F16 戦闘機のパイロット訓練要請を続ける一方において、もっと戦闘機を供与してもらえないかとフランスとスウェーデンとの交渉を行っているそうです。スウェーデンからは戦闘機グリペン、そしてフランスからはミラージュ2000とさらにはユーロファイターについての供与もお願いできないかと交渉しているそうです。ミラージュ2000については何か劇的な性能があるかといえばそういうわけではないのですが、これもまた一機でも多くという思想からフランスとしては退役させてこのまま捨て去るよりはウクライナに使ってもらった方がいいという願いでしょう。そしてそれにもう一歩上乗せを求めるような形でウクライナがユーロファイターを求めているというのです。おそらくフランスとしてはミラージュ2000までの供与についてはある程度認めるでしょうが、ユーロファイターについてはかなり難しいかと思います。一方でスウェーデンのグリペンについてはおそらく F16 戦闘機の供与と並行する形である程度認める可能性があります。もともとスウェーデンはグリペンの供与に前向きでしたが、 F16 戦闘機の導入という大きな流れをまずは前進すべきだとして譲った感じがあるので、スウェーデン、ウクライナ双方が望むようなことになれば
ある程度話はまとまる可能性があるわけです。現在 F16 戦闘機の供与された後、これらの戦闘機はまだ前線に出ての戦いではなく、都市防空に使われているのが現状です。そのため大きな活躍をするといったことは難しいわけですが、しかしそれも航空戦力の底上げに伴って、もともと持っていたソ連系の戦闘機がもっと前に出ることができているわけなので、ウクライナとしては交渉をうまくまとめたいでしょう。おそらくユーロファイターを求めたという話は、フランスに対するもっと供与を願いたいという部分での強く出た話で、妥協してなんとかその他の航空戦力や軍事兵器の支援などを引き出したいというテクニックだったのかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったよという証拠のつもりで、ぜひとも評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。